歌いみそうち皆さんこんにちは。今日の冒頭は沖縄列島の歴史、琉球王国を軽く見て本編に移りたいと思います。当初シーサーは何なのかを疑問に調べましたが、語る上で琉球王国にも触れることとなりました。琉球王国は1429年に設立、1879年までの450年間存在した王政の国でした。琉球王国は日本以外にも中国など友好的な外交を持ち、多くの文化を取り入れました。外交と貿易を通じて琉球王国は発展し、首里城が中心となり栄えていきます。琉球王国は独立を継続していましたが、1879年に日本政府は軍隊を派遣。当時の琉球王を追放し、琉球王国は沖縄県になります。海外の文化を多く取り込んでいた琉球王国、その一つにシーサーはありました。シーサーは2体がペアで設置するもので、家を正面に見て右側が口を開いているオス、左側が口を閉じているメスとなります。口が開いているオスは悪霊を食べ福を吸い込むと言われ、閉じているメスは福を溜め込むと言われています。お土産でも人気のシーサー、設置場所を間違えずに置いてくださいね。それでは本編に行きます。最初にチェックしたのが全体地図で見るとここになります。大まかなエリアが分かったところで拡大地図に切り替えます。御神崎になります。ここは石垣島の最西端に位置する場所で、断崖絶壁から見渡す眺めが絶景ポイントとなります。先端部には御神崎灯台が見え、春先には鉄砲百合や昼さ崎付き添うが周囲を白とピンクに染め上げます。日没の時間には離島の夕焼けを見ようと多くの人が訪問する観光地です。離島ターミナルからは車で約40分くらいの位置にあり、駐車場は17台止められ、トイレや自動販売機もあるようです。先端部にある灯台は11月1日の灯台記念日では内部に入り、一部を公開するイベントもあるようです。旅行のタイミングがあったら石垣海上保安部に問い合わせて参加チャレンジしてみるのもいいですね。続いていきます。全体地図で大まかな場所を確認します。なんとなくの場所が分かったところで拡大地図に切り替えます。続いて見るのは電信や跡になります。ここは1897年に陸軍により設営され、海底電線で日本と台湾をつなぐ管理施設としてできました。太平洋戦争中に連合軍からの攻撃を受け、施設は弾痕が複数残り、当時の激しい攻撃が感じられるようになっています。施設に向かう道路は途中から舗装がなくなり、車1台がやっと通れる荒れ地となるので、大きい車や運転に慣れない方は行くのを諦めた方が良さそうです。行く途中の道にはクジャクが出没することも多く、施設から先のビーチへも歩いていくことができるようなので、穴場ビーチに行きたい方にはおすすめになります。続いていきます。全体地図ではこちらになります。続いて見ていくのは石垣八重山村です。こちらの施設では八重山の歴史文化や食文化が学べ、マングローブなどの自然やリスザルさんとの触れ合い、ものづくり体験などができる日本最南端のテーマパークとなっています。施設内では琉球古民家が多く立ち並び、八重山の古き良き生活を肌で感じることができます。古民家には自由に入れるので、外観だけでなく実際にどのような生活をしていたかも感じられます。施設内のマングローブ散策ではウッドデッキを歩きながらマングローブはもちろん、赤くて可愛いカニ、紅潮招きや直径10センチ以上にもなる大きな貝、八重山ヒルギシジミなども鑑賞できます。リスザルの森では島生まれのリスザルが60頭以上放し飼いになっており、餌やり体験では手や肩に乗ってくるリスザルとスキンシップも楽しめます。石垣訪問時期が6月、7月だとリスザルの出産時期になるため、赤ちゃんリスザルを見ることもできちゃいます。その他にも琉球王国時代の服を試着して撮影ができる琉装体験や八重山そばが食べられる食事処、子供が全力疾走できる芝生広場など見どころが満載となっています。続いていきます。全体地図ではこちらになります。続いていきます。次は石垣島天文台です。こちらの施設は石垣で星空を楽しめる施設となっています。営業は水曜から日曜で、月曜、
火曜がお休みです。施設では望遠鏡を見学できる施設見学、15時30分から 3D メガネで見る立体的な宇宙鑑賞、土曜日日曜日限定の20時から開催される天体観望会があります。観望会では無理か節望遠鏡による月や惑星の観望、星空解説などもあり、夜の天体観望会は予約が必須の人気イベントとなっています。離島ならではの本土では見れない星空体験をぜひ楽しんでみてはいかがでしょうか。続いていきます。全体地図ではこちらになります。続いては万名公園になります。万名公園は石垣市街から約4キロの位置にある万名岳にあり、230メートルの標高と400ヘクタールにわたる森林地帯で構成されています。敷地内には石碑の森がある万名森、展望台がいくつも楽しめる万名スカイライン、熱帯植物園がある森林散策ゾーン、野鳥観察広場、子どもたちが遊べる子ども広場があります。3月から6月は公園内にあるホタル街道に行きましょう。日本一小さい八重山ヒメボタルが群れになり、数百、タイミングが良いと数千と飛んでいます。ホタルは米粒くらいのサイズですが、特性で地上を這うように飛んでいるので、光の絨毯のようにあなたを幻想的な世界に引き込みます。公園内は広大で展望台など見どころが多くあるので、レンタカーを借りた人は駐車場も各所にあるので、行きたいエリアを目指して遊びに行ってみてください。続いて見ていくのは石垣島鍾乳洞になります。こちらは石垣島内で最大規模の鍾乳洞となり、20万年もの時をかけて自然が作り出した鍾乳洞は圧巻です。鍾乳洞は全体で 3.2 キロあり、観光で見られる部分は660メートルのエリアになります。鍾乳洞内には見どころも複数あり、大きな石柱が立ち並ぶ神々の彫刻の森ゾーン、ジブリのトトロに似ているトトロ鍾乳石、洞窟内に設置されたイルミネーションが幻想的な雰囲気にさせてくれるイルミネーションゾーンなどがあります。施設内では巨大ヤシガニや日本最大級の蝶、オオゴマダラなどが見れることもあるそうです。食堂や物産館もあるので、お腹が空いた人もお土産を買いたい人も楽しめる石垣島鍾乳洞にぜひ遊びに行ってみましょう。続いていきます。全体地図ではこちらになります。次はこちら、離島ターミナルから車で5分、ドルフィンファンタジーさんです。こちらの施設では愛らしいイルカたちとの触れ合い体験ができます。施設内にはバンドウイルカが会場デッキ内で回遊しており、イルカたちの可愛い表情が間近で見れちゃいます。体験コースは5つあり、イルカと一緒に泳ぐスイムコース、餌やりや技を指示したりする触れ合いコース、イルカたちのトレーニング風景を間近で見るウォッチングコースがあります。同伴者には見学コースもあるので、お子さんたちは触れ合いコースを申し込み、両親は見学コースで子どもたちとイルカの触れ合いを見て過ごす。こんな組み合わせもありだと思います。通年でお店は営業しているので、石垣の美しい海でイルカたちと最高の時間を過ごしてみてはいかがでしょうか。続いていきます。全体地図ではこちらになります。次に見ていくのはこちら、キャットカフェ白猫さんです。こちらのお店は離島ターミナルから空港に向かう途中に店舗があるので、ホテルをチェックアウトしてから飛行機の時間の隙間なんかに立ち寄ってみるのも良いですね。私が数えた感じだと猫ちゃんは12匹カフェにいて、石垣の島猫たちが訪問者を温かく迎えてくれます。営業時間と休業日が細かく指定されているので、訪問を予定している方はお店のホームページを確認してから行きましょう。その際にお店でのルールなども記載があるので、気になる方は一読してからの訪問をおすすめいたします。続いていきます。全体地図ではこちらになります。次はレンタルトライクエンジョイ石垣島さんです。トライクはビッグスクーターの後輪が2つある3輪のバイクになります。車の免許で運転ができ、ヘルメットも不要なので、石垣の風を存分に味わいながら細い道も気にせずに観光に行けちゃいます。このトライクの画像を私は持っていないので、動画のバイク映像はイメージ動画となります。
申し訳ございません。晴れて暑い日のノーヘルバイク、最高に気持ちよさそうなので紹介させてもらいました。続いていきます。全体地図ではこちらになります。次に見ていくのはカーラ岳です。こちらは空港近くにある山で、標高136メートルの木が生えていない緑地の丘になります。山頂まで登ると空港の全景が楽しめ、飛行機が好きな人にはフォトスポットになっているようですが、素人が登れるような道がある山ではないので、安易に登ろうとは思わないでください。ここでの楽しみ方は、緑地の丘をバックに安室奈美恵さんの PV「ゲットマイセルフバッグ」が撮影されたロケ地になっているので、真似して記念撮影が良いと思います。軽装での山頂を目指すのはやめて、手前で楽しむのが良さそうです。続いていきます。全体地図ではこちらになります。次に行きます。次は荒川の滝になります。こちらの滝は滝としてのサイズこそ大きくはないですが、真水の滝で水温が低く、夏場の暑い時期に訪れれば気持ちよく水浴びができる隠れスポットになります。車は手前に3台止めれるようで、そこからは徒歩数分で滝まで着きます。マイナスイオンがたっぷりの滝ではターザンロープがあり、滝壺に向かって遊ぶのも楽しいと思います。滝は小ぶりで危険は少ないと思いますが、監視員がいる場所ではないので、小さいお子様がいるご家庭では注意して遊んでくださいね。滝壺に入って遊びたい方は、ビーチサンダルのような流れやすい靴ではなく、マリンシューズを履いていくことをおすすめします。続いて見ていくのは米子焼工房さんです。こちらの工房は米原ビーチからそばにあるシーサーや茶碗などを作っている工房になります。敷地内にはシーサーが並ぶシーサー庭園、買い物ができる買い物エリア、職人さんたちが手作りしている工房見学エリアがあります。沖縄諸島で家の守り神となっているシーサーが所狭しと並んでいます。私はシーサーも気になりましたが、特に興味を持ったのが不思議な茶碗です。またの名を教訓茶碗といい、欲張りをすると中身が全部なくなる仕組みになっています。お店に並ぶシーサーも種類が豊富で、 S、M、L の置き型サイズから壁掛け、メッセージ付きなど種類が豊富で、お土産のシーサーをどれにしようか悩んでいる方はぜひこちらのお店に足を運んでみましょう。続いていきます。全体地図ではこちらになります。次に見るのはこちら、石垣島星空ファームさんになります。石垣では世界トップクラスの星空が鑑賞できるのを知っていましたか？星空は街の明かりなどにより遮られ、見にくくなることは皆さん分かっていると思います。石垣島は離島ターミナルから平久保崎灯台の端までで直線距離が35キロとなっています。沖縄本島から石垣までは約400キロ離れています。400キロは東京からだと京都、大阪まで行ける距離になっています。石垣は周囲に都心の明かりが少なく、素晴らしい星空観察ができる島なのです。話がそれましたが、星空ファームさんでは星空ツアーをやっています。離島ターミナルから離れ、より街明かりの少ないこちらの場所のツアーに参加してみませんか？天然のプラネタリウムが目の前を覆い、水平線から現れる天の川や南十字星をガイドさんの案内を受けながら鑑賞してみましょう。野晴岬の鑑賞時にはリクライニングチェアにゆっくり座り、海の波音、潮風を肌に感じながら星空鑑賞ができちゃいます。時間は21時開始の22時終了になります。料金は大人3800円で予約して参加となります。貴重な石垣旅行の夜をここでしか体験できない圧巻の星空ツアーを思い出の1ページに追加する、そんなプランもおすすめいたします。続いていきます。全体地図ではこちらになります。続いては野底岳展望台になります。こちらの野底岳は石垣島で2番目に高い標高282メートルの山となります。展望台は山頂ではなくトレッキングの途中にあり、山頂を目指す道中で一休みするのに最適な絶景スポットです。山頂では360度の絶景パノラマビューが楽しめ、島を一望できる景色に癒されること間違いなしです。この野底岳には切ない恋物語もあり、
石垣島の南西にある黒島から強制的に移住をさせられたマーペという女性が黒島に残る恋人を思い野底岳山頂に行きますが、黒島は見えず悲しみのあまり岩になってしまったという伝説のある山になります。野底岳は別名野底マーペと呼ばれてもいます。舗装された道路がありますが道幅が狭く車の運転に慣れない人は控えた方が良さそうでした。続いていきます。全体地図ではこちらになります。次に見るのは玉取崎展望台です。こちらの展望台は車で行ける展望台となっており、平久保半島と石垣の海を一望できます。左側には伊原間湾、正面には半名岳、右側には美しいサンゴ礁群が広がります。展望台に向かう遊歩道には1年を通してハイビスカスが咲いていて南国気分を味わえます。車の駐車場は無料で30台くらいのスペースがあるので安心して訪問できます。駐車場にはトイレもあるのでお子様のトイレ休憩にも最適です。天候によって左右はされますが、ハマる人は旅行中に何回も行った、そんな声も見られるほどのスポットになっているので、時間があったらぜひ覗いてみましょう。続いていきます。全体地図ではこちらになります。次に行きます。佐備地鍾乳洞になります。ここも有名なロケ地、浜崎あゆみさんのサマーアゲインで撮影に使われた場所になります。この鍾乳洞は2億7000万年前に海底より浮上した鍾乳洞と言われており、洞窟内には様々な化石や石柱があります。この鍾乳洞は珍しい、干潮時には海にも抜けられるようになっていて、満潮時には厳しいですがタイミングが良いとキノコ岩まで行けることもあるようです。洞窟内を抜けた先の真っ青な海は絶景で、天気の良い日に訪れればテンションが上がること間違いなしです。鍾乳洞には駐車場があり、入園には大人1200円、子供600円が必要になります。トイレもありますが食事が食べられるお店はないので注意してくださいね。鍾乳洞の入り口から終点までは片道15分くらいで、パワースポットと言われている鍾乳洞を抜けた先にある海上のキノコ岩を見て運気も上げて帰りましょう。続いていきます。全体地図ではこちらになります。最北端まで来ました。次に見るのは平久保崎灯台になります。石垣島の最北端にあるこちらの灯台へは手前まで車で行けて、無料の駐車場があるので車さえあれば気軽に訪れることができます。灯台手前のせり立った岩場からの眺めは絶景で、みんな記念撮影をしている絶景撮影スポットです。駐車場が8台くらいしか止めれないのでタイミングが悪いと少し待つこともあります。駐車場にはトイレと飲み物の自動販売機がありました。天気が良ければ最北端からの真っ青な海は絶景で、離島ターミナルからは車で40分くらいかかりますが、石垣の大自然を満喫できるスポットになっているため、行ったことがない人はぜひ旅行の予定に入れてみてはいかがでしょうか。風がある日はダイレクトに風を受けるので、帽子など飛ばされないように持ち物にも注意してくださいね。続いていきます。全体地図ではこちらになります。続いて見るのは石垣島馬広場さんになります。こちらにいる馬は与那国馬で8種類しかいない日本在来馬のうちの1種類に与那国馬はなっています。特徴は小柄で体高120センチくらいで茶色一色、ひづめは硬く蹄鉄をつけなくても強い特徴を持っています。馬広場さんでは馬と一緒にビーチに行くビーチコース、海に馬と一緒に入る海馬遊びなど様々なコースが用意されています。石垣に訪問した時期により実施しているコースが変わるので、気になる方は馬広場さんのホームページで確認をしてみてください。乗馬初心者、未経験者でもオーナーさんが丁寧にレクチャーしてくれるので安心して体験できます。最北端に位置するこちらの牧場で地元の人しか行かないビーチをお馬さんと一緒に楽しめる貴重な経験をしませんか？気性も穏やかで賢いお馬さんたちがあなたの訪問を待っています。続いていきます。全体地図ではこちらになります。次に見ていくのは川平湾になります。ここは言わずと知れた観光名所で、石垣に来たら大半の人が訪れる場所ですね。
カビラ湾は真っ白な砂浜にカビラブルーの海が広がる絶景ポイントとなっています。行くのにはレンタカーになると思いますが、隣接する近い駐車場は現金が使えず、クレジットカードか電子決済になるので注意が必要です。カビラ湾では砂浜や遊歩道を歩いたり、高台のテラスから絶景を楽しめます。近隣にカフェや食堂もあるのでお腹が空いている人も安心です。カビラ湾を満喫するためにグラスボートに乗るのも忘れないでくださいね。船の床がガラスで底部が見えるグラスボートは大迫力で、タイミングが良いと亀さんにも出会えることもあるようです。カビラ湾を運航するボート会社は数社あり、ホームページもあったので、金額やコースが気になる人は事前にチェックをしていきましょう。グラスボートは9時から17時くらいまでの営業で、繁忙期にはかなり混み合うので、混雑時期に行くときは早めに行って少し待つ覚悟で訪問しましょう。綺麗なカビラ湾ですが、ここは潮の流れが速く遊泳は禁止なので注意してくださいね。泳いでる人はいないので大丈夫だとは思いますが、砂浜から軽く足を海に入れるくらいで我慢しましょう。今回の動画は以上になります。見ていただいた中で一つでも興味のあるスポットが発見できていれば幸いです。次回の動画でまたお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。動画を楽しんでいただけましたら、高評価とチャンネル登録、もう一本動画を見ていただければと思います。私の動画では旅行や食事などを不定期で公開していっています。